皆さん、こんにちは。ゴンの湯おむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいまして、ありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本をご紹介するコーナー、いにしえ日記。これまで五輪書の序、地の巻、水の巻を巡りながら、宮本武蔵の言葉を少しずつ味わってきました。第20回の今日は、風の巻。武蔵が他の流派の兵法に目を向けながら自分の道の輪郭を確かめていく回です。誰かを責めるためではなく、比べてみることで、かえって本当に大切にしたいところが浮かび上がってくる。そんな眼差しを感じながら、ご一緒にページを紐解いてみたいと思います。どうぞお付き合いください。武蔵はまずこう告げます。兵法というものは他の流儀を知らなければ自分の流儀のことも本当のところは見えてこないのだと。だからこそこの風の巻では世の中にある様々な流派のあり方に目を向けてこんな考え方もある、こんな戦い方もある。そうやって一度周りを見渡した上でその中に置かれた自分の兵法の姿をもう一度確かめていこうとしているのだと思います。舞踊の世界でも自分が学んできた型や流派だけを見ていると、それが全部のように感じてしまうことがあります。けれど、他の芸能やダンス、音楽に触れることで、かえって自分の踊りの芯がくっきりと立ち上がってくることがありますよね。今日はそんな多流を見る目に寄り添ってみたいと思います。武蔵は他の流派のありようをこんな風に書いています。大きな太刀を振り回して力強さを前面に押し出す流派。反対に小さな太刀を使って身軽さや器用さを売りにする流派。あるいは太刀の数をたくさん作り、これは表、これは奥と立派な仕立てで伝える流派もあると。そしてその後でこれらは皆実の道からは少し外れているのではないかと告げます。兵法の技やその道が生計を支えてくれていること自体はきっと武蔵も否定はしていないと思うのですが、色や形を飾り立て、売り物として整えることそのものが目的になってしまうと、本来の兵法という道の根っこが少しずつ痩せ細ってしまうのではないか。そんな心配が滲んでいるように感じられます。さらに武蔵は世の中の兵法が剣術という枠の中だけで小さく理解されてしまうことにもさりげなく釘を刺します。太刀を振ることや体をよく動かすことだけで勝ち負けを図るのはどこか浅いところで止まってしまっているのではないかと。ここからは武蔵の言葉を少しだけ自分たちの舞台の世界にも引き寄せて考えてみたいと思います。華やかな工夫や目を引く見せ方は確かに舞台にとって大切な力でもありますが、それだけを頼みにしてしまうといつの間にか何を伝えたいのかという芯から少しずつ離れてしまうこともあるのかもしれません。見た目やわかりやすさを整えつつも、その奥にある実の道を時々静かに見つめ直してみること。武蔵の眼差しには、そんな穏やかな問いかけが潜んでいるように感じられます。ちょっとでも手が長い方が有利だ。そんな言い方は今でも耳にすることがありますが、武蔵はこれをあっさりと退けます。太刀が長いから勝てるのではなく、長さそのものを頼みとしてしまう心が実は弱いのだ。と武蔵は言います。長い太刀を振り回していれば安心。離れたところから打ちかかれば大丈夫という発想に寄りかかるほど、
状況が変わった時に途端に身動きが取れなくなってしまう。勝ち負けを分けるのは太刀の長さそのものではなく、その長さをどのような心でどう生かすのか。武蔵はそこに目を向けています。武蔵は大は小を兼ねるという言葉そのものを否定しているわけではありません。長いものを持つこと自体が悪い、大きく構えることがいけないと言っているのではないのですね。そうではなくて、どうせ長い方が良いに決まっているという心が一方向に偏ってしまうことをそっと戒めています。ここから少しだけ舞台の世界にも引き寄せてみますと、わかりやすい大振りや強い表情、派手な動きは確かに舞台を支えてくれる力ではありますが、それだけに頼りすぎると、静かな場面や内面の揺らぎを表す余地がだんだんと狭くなってしまうのかもしれません。大きくも動けるし、静かにも立てる。華やかな場面もあれば、そっと息を潜める場面もある。その振れ幅の中で心が偏っていないか。武蔵の言葉はそんな偏りを照らしてくれる明かりのようにも感じられます。思い切り強く振ればよく切れる。武蔵はそんな単純な話ではないのだと語ります。心だけを強く強くと奮い立たせて太刀を振ると、動きは荒くなり、かえって勝ちを遠ざけてしまう。無理に力を込めて切ろうとするほど刃は滑り、思ったほどには切れなくなる。武蔵はそんな力みの危うさを指摘しています。踊りに置き換えると、うまく見せようという気持ちが前に出過ぎた時の感覚にどこか重なるかもしれません。見せようと意識する力が強くなるほど、音との間合いがわずかにずれてゆき、本当に伝えたかった世界から少しずつ遠ざかってしまう。武蔵の言葉は、強さを求めるときこそ、力みではなく、静かな心に立ち返ることを教えてくれているように感じます。本当に命をかけて向き合うとき、そこには強く振ろう、弱くならないようにしようといった自分の状態へのこだわりはかえって消えてしまう。ただ、やるべきことをやる。その一点に静かに心が収まってゆく。武蔵の言葉からはそんな境地がにじみます。うまくやらなきゃという思いを超えたところにふっと訪れる集中の瞬間。力みも弱気もその時だけはどこかへ退いて、ただその場に必要な呼吸だけがすっと流れている。武蔵の言葉はそうした静かな集中のあり方にもどこか通じているように感じます。技の数を増やし、これほど多くの型があると示すことを武蔵はあまり好ましく思っていません。人を切る道筋は実はそれほど多くない。打つ、叩く、切る。変化するとしても、突く、殴るくらいで本質はさほど複雑ではないのだと。舞踊の世界でも型の数を増やすことと一つの型の輪郭を丁寧に辿っていくこととでは少し向き合う方向が異なります。いくら多くの振りを知っていても、その一つ一つの内側に息遣いや心の重みが宿っていなければ、やがて舞台の上で形だけが滑ってしまうこともある。むしろ数はささやかであっても、その型の中にどれだけ深く降りてゆけるか。武蔵は数よりも深さに目を向けるように促しているようです。武蔵はここで学び方そのものに少し触れています。
多くの人は何かを習うときに相手のすることに合わせて受けて、かわして様子を見てと、いつも後からついていく側に回りがちだというのですね。そうやって受け身でばかり学んでいると、いつの間にか自分の心の方が道や相手に引き回されてしまう。けれど、本来の兵法の道というのは、まっすぐ正しいところに立ち、ここが理のある位置だと見定めて、自分から一歩を踏み出し、相手を動かし、従わせていく働きの中にある、と武蔵は語ります。舞踊に重ねてみるなら、先生の振りをただ受け取ってなぞるだけではなく、自分の軸で立ち、この作品の世界をどう迎え入れるか、どんな体の使い方で、どんな呼吸で受け止めるか、そこにそっと自分から一歩出ていくような学び方。武蔵の言葉には、そんな主体を忘れない稽古の大切さが含まれているように思います。太刀の構えだけをことさらに重んじること。武蔵はそれを非我ごと、すなわち本筋から外れたあり方だと言います。というのは敵がいないときにあらかじめ形を決めておくためのもので、実際の勝負の場では相手を動かし、揺らし、崩していく中で、おのずと姿を変えていくべきものなのだと。舞踊でも型はとても大切な器ですが、型にとらわれるあまりに呼吸や音楽とのやりとりが固まってしまうと、型そのものが本来の役目を果たせなくなってしまいます。この一節はよく日本舞踊にはバレエのバーレッスンのような基礎練習がないのですねと尋ねられる時の一つの答えにもなりそうですね。構えはあるが構えに縛られない。武蔵の右向無向という言葉は稽古場での体にもそのまま重ね合わせることができそうです。太刀を見る流派、手元に注目する流派、顔や足を見よと教える流派。どこに目をつけるのかを細かく決めているところも多いのだと武蔵は述べます。けれど、そうやってここを見よう、ここを見逃すまいと視線を細かく指定しすぎると、かえって全体を見る目が曇ってしまい、それが兵法の病になってしまう。そんな言葉が続きます。敵という存在になれ、人の心の軽さ、重さを少しずつ感じ取れるようになってくると、太刀が遠いのか近いのか、早いのか遅いのかといったことは見ようとしなくても自然と見えてくる。兵法の目付けとは相手の体そのものではなく、その心にそっと向けられた目なのだ、と武蔵は語ります。作品に向き合うときも、振りだけを追いかけるのではなく、その作品が生まれた時代や歌の世界、登場する人物の心の重さ、軽さに耳を澄ませていくと、どこで間を置き、どこで息を変え、どこで目線を上げるのか。気がつくと見ようとしなくても見えてくる瞬間があります。小さなところばかりに目をつけすぎると大きな流れを見落としてしまう。武蔵の戒めはそのまま舞台の稽古場にも響いてくる言葉だなと感じます。武蔵はここではっきりと言い切ります。速い兵法は実の道ではない。速い遅いというのは表紙の間合いに合っていないからこそ速く見えたり遅く見えたりするだけなのだと。その道の上手になっていくほど動きは速くも遅くも見えなくなり、ただ間がぴたりと合っている。それだけのことになるのだと静かに教えてくれています。武蔵は能の謡や太鼓の例えを引きます。よくできた謡にまだ修行の途中の人がついていこうとすると、
遅れてはいけないと心が焦り、せわしない調子になってしまう。一方で、本当に上手な人の仕事は、どれもゆったりとして見えるのに、間が一つも抜けていないと。舞踊でも早く動こうとすると、どこかこけそうな速さになってしまうことがあります。反対に、本当に深く感じる舞は、決して慌てていないのに、気がつくといつの間にか遠いところまで連れて行かれているような不思議な間の力を持っています。速さに振り回されるのではなく、その場の拍子に間に合っているかどうかを大切にすること。武蔵の言葉は慌ただしい日々の中で心にそっとブレーキをかけてくれるようにも感じます。芸の世界には極意、秘伝といったような言葉がたびたび登場します。武蔵もそれ自体を否定しているわけではありませんが、実際に相手と戦い合っているその一瞬には、これは奥の技、これは表の技といった区別をしている余裕などないのだと言います。戦いの道において一体何を隠し、何を見せるというのか。武蔵はそう問いかけながら、静止や抜群のようなこの道を外に漏らしてはならないといった約束事を好まずに、学ぶ人それぞれの知力や心の向きを見ながら、必要なことをまっすぐに伝えていきたいのだと記していきます。舞踊の世界にも確かに口伝と呼ばれる領域がありますが、それは誰かを締め出すための秘密というより、その人の歩みとともに自然と開かれていく深いところとして受け取ることもできるのではないでしょうか。武蔵の言葉からは、必して高ぶる奥義ではなく、歩いていくうちにいつの間にかたどり着いている奥という感覚が伝わってきます。そして武蔵はこう結びます。我が一流には特別な奥口もなく、構えにも決まった形はない。ただ、心をもってその時、その場の徳、すなわちその場にふさわしいあり方をわきまえること。それこそが兵法の一番大切なところなのだと。これはそのまま舞踊の世界にも重なっていきます。型や構え、振りの多さ、速さや派手さ、そうしたものを一度すべて通り抜けた先で最後に残るのは、今この一歩をどんな心で踏み出すか。そういうごく静かな問いかけなのかもしれません。はい。いにしえ日記では4回にわたり五輪書をご紹介してきました。序、そして地、水、風と巡ってきて、今回でひとまずおしまいです。ここまでお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。